お茶とひとときのコーナーを担当する侍茶人です。皆さん、ティーバッグでお茶飲んでますか？私は昔、毎日紅茶のティーバッグをですね、必ず朝に入れて飲むっていうことを、3年くらいですね、やっておりました。なので、ティーバッグで飲むっていうのは意外と身近だったんですけども、最近スーパーに行くと三角形の形のティーバッグとかあるじゃないですか。で、お茶の量も 2g だったり 2.5g だったり、様々なんですよ。なので、一回どれくらいの量が、そしてどういう形が、どういう素材が、いいのかっていうのをちょっと調べたくなりましてね。先日映像を撮ってまいりました。その様子をご覧ください。どうぞ。ティーバッグが2種類ありまして、こういう不織布タイプのものね、こういうナイロンタイプ、この2つあります。で、2g から 3g っていうことなので、2g、そして 2.5g、3g の3種類作ってみようと。侍茶人の紅茶です。もう一つ 2g 作ります。ちょうど入れるの難しいな。このシーラーは上下で熱を加えて接着をさせます。こんな袋みたいな形ですね。メッシュタイプも同じようにシーラーでくっつくと三角型作ります。テトラバッグとかでやれるんですかね。はい、できました。これ三角の方がスポッと入りやすいよね。この袋型っていうのは結構ここで詰まってしまうということなので、カップとかそこが広いのはいいと思うんですけども、このちょっと縦型というような形をしている場合はそこに収まりにくい三角の方が収まりがいいです。で、これ順番に 2g、2g、2.5、2.5、3、3g っていうことで、普通の一般型、三角型、一般型、三角型、一般型、三角型というこの6種類で、さらに不織布、手前が不織布で、この奥がメッシュというこの12種類入れていきます。ではすすぎましょう。メッシュに比べて不織布の方が浮き上がってきやすい感じがしますね。で、メッシュの方が粉が出やすいので、結果的にメッシュタイプの方が抽出はすごく効率は良さそうな気がしますね。浸出時間は3分間。こっち側から順番に入れていったので、また同じようにこっち側から順番に上げていきます。難しいかな、いけるかな。はい、3分経ちました。出来上がりました。では早速飲んでいきましょう。まずは 2g の不織布、何も、形も普通のごく一般的なティーバッグ。香りが良くて甘みも感じられて、美味しい不織布の三角型いただきます。 2g です。ちょっとすっきりした味わいのような感じもしますが、
2.5g の普通の形のティーバッグ、不織布、しっかり味が出てるという感じですね。濃いとまでは言わないけどもしっかり味が出てるという。そして 2.5g 三角形の不織布です。こちらもちょっと濃さを感じますね。舌の上に残ってくる感じがしますね。嫌な感じほどでもないという。では 3g で不織布で普通の形のティーバッグ、こちらはしっかりと濃い味ですね。舌にしっかり残る味わいですね。どっしりとしてるというか、なので、ストレートっていうよりかはミルクティーとかレモンティーとかに合わせるとバランスがいいような気がします。では 3g で三角形不織布ティーバッグです。若干ね、不織布の場合は三角形型の方がではそんなに良くないというか、その普通の形の方がよく出てるような感じがしますね。 3g 飲んだ後に 2g 普通の形のティーバッグの不織布を飲むとティーバッグを飲むと味がねほとんどないというか、さっぱりしすぎてる感じもします。でもストレートで飲むんだったらこれくらいでも十分ですね。ごくごくいけるという。形による出方の違いっていうのはそれほど気にならないですね。2.5g からちょっと紅茶を感じますね。しっかりと 3g は濃いって感じます。なのでもしかしたらお湯の量をもっと多くした場合、200g、300g くらいすると 3g でも十分かもしれませんが、この 120ml という熱湯お湯の量でしたら 2g か 2.5g が適量だと思いますね。ではメッシュ型の、普通の形のティーバッグ 2g です。飲みやすい、さっぱりとして美味しいですね。そして三角形メッシュ型 2g、 ちょっと若干不織布に比べて濃い気がしますね。そして 2.5g、普通の形のメッシュ型、確かに濃く感じます、不織布に比べて。で 2.5g 三角形メッシュ型、もうすでにここくらいになってくると渋みを感じるくらい濃くなってますね。3g 普通の形のメッシュ型、あんまり違いがわからないですね。ちょっと舌がバカになってきてるのかな。三角形のメッシュ型、これはでも 3g はどちらにせよちょっと濃すぎますね。違和感とまでは言わないですけどもちょっと濃いなっていう、そのしっかり残る味がするので、紅茶が好き、こういうのが好きっていう方にとってはいいんですけども、ちょっとね飲み慣れてないというか普段飲んでない人にとっては濃く感じるような気がします。比べると色合いの違い分かるでしょうか。若干ね 3g の方が赤く見えますよね。飲みやすさでいうと実はこちらの方が一番飲みやすいのかもしれません。三角形の方がねしっかり出てるとは思うんですよね。でも形の違いによる味の違いっていうのはそんなに劇的に変わるというものではないですね。形の見栄え的に、あとスポッとはまり具合っていうのは三角形型の方がはまりやすいので、どちらか見た目で言うんだったら三角形の方がいいとは思うんですけども、味的にそこまでの違い、はっきりとした違いが感じられるかっていうとそんなにその違いがないという気はします。もう、2g でしたらね十分そのお茶の袋パンパンにはならないんで、まっすぐでもいい感じがするな。ね 2.5g は本当にしっかりした味わいも感じられるんで、紅茶の味わいをしっかり感じたいっていう人は 2.5g かな。だからメッシュで言うと三角形の方が確実に出るのがたくさん出てますね。三角形の形っていうのは不織布に比べてメッシュの方が影響が大きいと思います。さっぱりと飲みたい場合はまっすぐのぺちゃんとしたもので、しっかりと味わいたい、何かそのレモンやミルクとかを足すということ前提で考えるんだったら
メッシュの三角形っていうような選び方でもいいかもしれません。とりあえず結論としては 2g 不織布そのままっていうのが一つ、そして 2g もしくは 2.5g メッシュ三角形っていうのが一つ、この2パターンでいいんじゃないでしょうか。さあいかがでしたでしょうか。ティーバッグの素材によって味が違うっていうのはだいぶね面白かったですね。やっぱり不織布の方がしっかりこすっていうのがなんか実際飲んでみると違いがはっきり分かるっていうのは面白かったです。それに比べて形の違いっていうのはそこまでですねシビアなもんじゃないのかなっていうのが分かったのもまたなかなか面白かったと思いました。で今回これ 2g の不織布の普通の形をしたティーバッグだいたい3分ちょっとですね入れたもんなんですが、お湯の量増やしております。だいたい2倍くらいの量に増やしました。 220ml 入れたんですけども、ちょっといただきます。すごくさっぱりとして飲みやすいですが、ちょっとね気持ち薄いかな、物足りないかなっていうふうに感じます。なのでティーバッグの量 2g が最適、 2.5g 最適、 3g 最適って言うんじゃなくて、そのティーバッグの量に対してのお湯の量がどれくらいが適切なのか、どれくらいの浸出時間が適切なのかっていうのをいろいろですね試行錯誤して自分の好みっていうのを見つけていただくっていうのもまたこれティーバッグの楽しみ方だと思いましたね。ぜひ皆さんもいろいろやってみてください。以上、お茶とひとときのコーナーでした。まもなく9時になります。